はい、本日のお悩み、親友がいない、親友が欲しいということですね。24歳女性、フリーターの人です。よく遊ぶ友達が5人5、6人ほどはいます。でも全てをさらけ出せる関係の友達はいない。だからこの人なら何でもさらけ出せる、何でも言える、この人だけは心から信じられるという親友が欲しい。で、どうしたら友達、親友と呼べる関係の友達を作ることができるのか、それからみんな親友と呼べる人がいるんでしょうかっていうお悩みです。具体的な心の症状としては、友達がいて友達と悩み相談はできる、悩みを聞いてもらったりすることできるけれども、やっぱり親友に悩みを打ち明けて親身になって聞いてもらってるっていう感覚がないんだと思うんですね。で、友達がいて一緒に遊んで、でも家に帰るとすごく疲れるということは、よっぽど気を使ってその友達に親友っていう感覚じゃなくて、一生懸命友達っていう関係を保とうとして無理してるっていう感じがあるんだと思うんですね。それで、特にここですね。友人の結婚式に出て、結婚式のスピーチでよく女の子が、親友の誰々さんのスピーチですとかって言って、新婦のお友達が出てきて、で幼稚園の時からの幼なじみでみたいなね話がとか、何でも分かり合える友達、結婚しても美奈子これからもずっと友達ねっていうシーンがありますよね。であのシーンを直接見ると、もう羨ましい、自分は親友がいないから羨ましいを飛び越して、むしろ嫉妬ね、もうはいいな、畜生というか分かりませんけど、そんな気持ちがあると。でやっぱりそういう友達がいないっていうことは、自分に問題があるんじゃないかっていうふうにして感じてるということです。で、そういう友達ができないのは、自分が人に悩みを見せないからそうなってるのかなっていう、いろいろとそういったことを、親友ができないということに関して、ああでもないこうでもないっていうことをね考えて、自分も親友が欲しいなっていうことですね。この人の問題、2つこの質問からを見た限りで2つ問題点を感じます。で一つは、これはこの人だけじゃなくて、多分女の人だったら誰でもあるのかもしれませんけど、多くの人持ってると思うんですけど、一つはね、結婚式神話を持ってるっていうことですね。で多分親友ができないっていうことを、このお悩みの上がってきたお悩みの中にもある通り、やっぱり親友ができないっていうことを、友達はいるけど親友と呼べる人がいないっていう、どっかでちょっと一人ぼっちだなっていう感じが友達と遊んでながらあるっていうね、自分には親友がいないなっていう感覚があるって、いうことをより多分女性が意識するのが多分結婚式の時、ね、なのでそれが具体的に書いてあると思うんですよ。結婚式で友達ね、誰か自分の友達の中からこの親友に話をしてほしいっていう。だから24歳なんでいろいろ結婚のこととかも少しずつ考えたりとか多分すると思うんですね。でそれを想像した時に、女性にとって結婚式っていうのはもう本当に人生の中で一つの、ちっちゃい時から憧れ描いてきた結婚式っていう一つの舞台はものすごい特別なものなんですよね、おそらくね。なのでそれを自分の結婚式の時に親友の誰々みたいなね、スピーチをしてほしいっていう、そういう絵がもう多分あるんだと思うんです。でなった時に、そこへ立って話をしてくれる人が自分にはいない、役者が一人いないっていうことですね。
で、当然結婚式に対して女性が憧れを描くっていうのは持つっていうのは当然だと思うんですけど、結婚式ね、よく結婚した女性から聞くんですけど、結婚はもういいかなと。ただ結婚式はまたやりたいって。でこれ結婚式神話っていうのを読んでるんですけど、とにかくね、結婚式に関してのイメージっていうものを知らないうちに強くしてしまうと、当然結婚する意識する時期になればそうだと思いますけど、結婚式っていうのは一つの、結婚生活とか人生の中の本当に一つの大きなイベントではありますが、通過点でしかないので、結婚式でスピーチをしてる親友がスピーチをしてるシーンを見て、それに対して強烈な嫉妬を感じるっていうのは、もうまさにそういう状況が羨ましくてしょうがない。つまり結婚式に対しての幸せなイメージに対してのその神話が強すぎるんですね。だから当然憧れを持ってもらうのは全然いいと思うし、それを持つなっていうこともできないですけど、結婚式はあくまで通過点で、そこで話をしてくれる友人がいなければいけない、いてほしいっていう思いが強いと、多分友達に対するイメージとか友達作りっていうことにまで影響を及ぼしてしまうので、結果としてそこで話をしてくれる人が出てくるっていうのはいいことだと思いますけども、ちょっとね、結婚式に関しての神話っていうのはもう捨てた方がいいですよね。捨てるというか、結婚式っていうものを前提に友達を考えるっていうことを、本末転倒のことが起きちゃうので、結婚式は結婚式でこんな結婚式やりたいなっていう理想はあってもいいけど、そこに対してあんまり自分をね、登場人物としてこうぐーっと想像しすぎない方がいいかなと思ってます。もう一個ちょっとこれが本質的なところなんですけど、問題2つ目思うんですけども、親友神話を持ってるっていうことですね。親友神話を持ってる、要するに親友っていうものがいることがいいことだっていう理解ですね。そういう憧れを持ってる。で、私も小さい時からどっか変わり者だったのかも分かりませんけど、友達が欲しいっていう気持ちは昔は強烈にありました。なのでこの人の言ってるその親友が欲しいっていうのはすごくよくわかるんですよ。でも親友が欲しいって言って親友ができるものじゃないし、自分はこの人親友って思ってても向こうはそう思ってないっていうケースがいっぱいありますよね。で、私いつもこの親友とか友達の話の相談聞くと思い出すことがあって、それは小学校の時に、生徒会長してたんですよ。で生徒会長って立派だから生徒会長してたわけじゃなくて、ノーと言えない人なので人だったので、なんかこうみんな生徒会長面倒くさいしやりたくないっていう中でね、やったらいいんじゃないって言われて、ああそうだそうだお前いいじゃんって言われるとやらなきゃいけない気がして、なんか気が付いたら生徒会長になってたっていう生徒会長なんです。その立派な生徒会長では決してないっていう、ね、で、それで小学校6年生の時に、修学旅行っていうのがあるんですよ。修学旅行ね。で修学旅行に、行ったんですよね。で修学旅行、京都奈良だったと思いますね。私は愛知県なんですけど、京都奈良が修学旅行だったんですけど、その時にね、先生がもうこれ修学旅行だからバスの席決めをするときに、自分の仲のいい、自分がこの人と隣になりたいっていう席順で座っていいよって言って、で誰と席順になるかっていうのをみんなね、じゃあ、それを決めようっていうことで、ものすごい盛り上がるんですよ。なんですかね、班とかね、席って決められてるじゃないですか、学校で。それを自分の好きな友達と一緒にペアになっていいって言ったら、子どもたちにとったらもうすごい嬉しいんですよ。でもうクラス中湧いてわーって言って、うわー最高最高やったラッキーみたいな感じでね、子どもたちも盛り上がるわけです、クラスが。それでもう僕も嬉しかったんですよね。おそうなのって。で僕の仲のいい友達の親友の
ね愛くんっていう子がいたんですけど、愛くんと一緒に友達になれるねと思って、でこう見るわけですよお互い。で愛くんの方見たら愛くんは僕の方見てないで、違うことを抱き合って喜んでるんですよ。であんな辛いというかいまだに思い出すけど、あんな悲しい思い出ないですよね。好きな人と席一緒になっていいよって言われて、おっしゃーと思って、絶対向こうもこっちを選ぶと思ってて、で見たら違うことすでに抱き合って喜んで飛び上がってるんですよね。なのでその悔しいやら悲しいやらっていう気持ちを表に出さないようにして、まあねって誰にしようかなみたいなものを考えてるふりをしてたって。で最終的にそうやってボン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 みんなクラスの中で友達隣の席になる人が決まってってしまって、で最後ペアができなかった子がいたんです。でその子がと結果的に僕はペアになって修学旅行6年生小学校最後の思い出をその子と一緒に旅をしたわけです、隣のバスでね。でその子っていうのは今でいう特殊学級っていうのかなの子なんですよ。ちょっとなんていうんですかね、ちょっとこうクラスの中でもそういう意味で浮いた存在ですね。でちょっとこう今でいう知的障害みたいなね、そんなことを今言っちゃいけないかもしれないけど、知的障害みたいな側面があった子だったんです。それで先生がじゃあ一人残っちゃったので、その子はね残っちゃったので、でじゃあこの子と一緒にペアになる人ともう僕しかいないわけですよ。ではいって言ったらさすが生徒会長だなって言われて、さすが生徒会長ってって言いながら、そうですさすが生徒会長ですって言いながら、嫌じゃないんですよ、ね、別にその子と隣の席になるの嫌じゃない。それ以上に自分が親友だと思ってた人が向こうにとってみたら僕は親友じゃなかった、僕はその子のこと親友だと思ってたのに向こうからしてみたら僕は親友ではなかったっていうことのショックの方が大きくて、修学旅行何にも楽しくなかったですね。その隣になった子には何の害もない、その子は悪いわけじゃないです、一切悪いわけじゃなくてないんですけど、でも、その思い出っていうのは今でも懐かしく思い出しますね。なのでそれ以降自分は一人なんだっていうことを逆に決めて生きてきたので、自分がこの人親友と思っててその人が親友じゃなかったっていうことに対してあまりこう裏切られたって気持ちもないし、逆にその親友を作ろうっていうそういう気持ちもないまま育ってきたので、逆にこう友達って言っていいよねって、特に私の場合は男なのでねあれですけど、女性の場合はやっぱり友達とか親友とか余計大事にすると思いますから、そんな苦しさはあると思います。で親友と呼べる人が、私もいなかったものとしてね、冷静に親友神話について考えてみようと思った時に、親友を持つことのメリットって何ですかっていうのをちょっと考えてほしいんです、ね、自分が親友っていう人を持つメリットですね。でこれ、親友っていうこといたらいいですよね。何でも話せる、何でも分かち合えるって人がもし仮にいるとしたら、その人には何でも話せるって、これいいですよ、いいですけど、やっぱり何でも話せる相談相手がいるっていうのはメリットになると思いますよね。それから自分が寂しい思いをしづらいかなと思います。一人じゃないっていう気持ちがある、ね、自分を好き、向こうも自分のことを好いてくれるっていう、そういったね人がいるとしたらそれメリットですよね。いつでも夜中でも電話して自分の悩みとか振られちゃったのとか言えるとか、それなんかいい感じですよね。多分メリットだと思います。寂しい時に慰めてくれるとかね、自分のこと分かってくれるとか、誰かに陰口いろんなこと言われててもその子だけを守ってくれるとか、守ってねくれるとかね、そういう友達がいたらそれは一つのメリットだと思います。で逆にデメリットっていうのを考えてみる。そうすると、親友がいるとね、新しい出会いっていうのを制限されていくんです。でこれ多分ちっちゃい時はまだあれですけど、年取れば取るほどそうですよね。いつもあの人はあの人とくっついてるっ
ってなると他の人が入り込む余地がないので、ひょっとしたらもうあの人と友達になりたいなと思うけどいつもくっついてる。でこれ子供ができたりするとそうです。ママ友って言いますよね。いつもくっついてるママ友はいつもその人とくっつくんですよ。だから実はね、人間関係っていうのはものすごい狭まってしまうんです。それ以外の親友がいるがためにそれ以外の新たな出会いっていうのがなくなっちゃう。これは実はすごく大きなデメリットかなと思います。でもう一つ、親友がいることのデメリット、これはね、自分に向き合う時間とか自分の軸を作るとか自分を練るっていう時間が圧倒的に減ります。なんかちょっと辛いことがあったらすぐ親友に電話したり親友に連絡して話を聞いてもらえちゃうんですよ。自分一人で悶々と苦しむっていうことができない。で人間っていうのはどんどん自分一人で苦しめば苦しむほど自分を深く掘るしかないんですよね。誰かに話してしまうとそこはもう表面的に話を聞いてもらった段階で自分の悩みっていうのがそれより下に根を掘っていくってことがなくなってパーッと散ってっちゃうんですよ。でいろんな慰めもらったりとか「もうそんなのいいじゃん」って言って友達だったら慰めるためにね遊びに行こうよとかやって紛らわせてくれるんです。でも必ず大人として、自分っていうものを深掘りしたりとか自分っていうものの考え方とか価値観とかっていうものを生きていく上で作ろうと思った時に絶対的に一人で誰にも頼れずに苦しんで自分なりの納得する答えを出すっていうことが必要な時期っていうのは絶対あるんです。でもこの時期を親友がずっといる人は逃しちゃうんですよ。で親友がために親友の意見っていうものは尊重しなきゃいけないので他人の意見っていうものに従って自分が生きることになってしまったりする。だから絶対的に親友がいるっていうことは悪いことじゃないんですけどデメリットもあるっていうことね。さっき言ったように新たな出会いがなくなってしまう。そして、自分を練るっていう時間がなくなっちゃうっていうこと。で私ずっと一人だったのでそのメリット、親友がいることによって寂しさを紛らわしてもらえるとか何でも話せるとかっていうことのメリットと親友がいることによるデメリットって考えた時になんだと親友がいたら逆に困るじゃんっていう結論を出したんです。ね、で実際そうなんです。そうなんです。で、もっと親友神話っていうものを崩す話をすると何でも話せる親友っていうのは成立しない。特に女の子例えばね結婚式のスピーチの話がさっき出てましたよね。で結婚式のスピーチでは、あるいは結婚式のスピーチを友人代表として受けて話してくれる友達がいたとしてもその友達が結婚してなかった段階でスピーチを頼まれた友達はみんなこう結婚してもずっと友達よって泣いてあの涙は友達が結婚したことに対しての喜びの涙じゃないんです。私だけ置いてあんただけ結婚したねっていう寂しさなんですよ。当然独身でいる女性と結婚をして親友以上に距離が近くなるファミリーができて子供ができる喜ばしいことなんだけどどこかで必ず親友であるがゆえの寂しさっていうのが出てきます。これ何でも話せる関係にはならないですよね。なので実は結婚式のスピーチに立っている友達のスピーチで友達友人代表として話してくれる人の話っていうのは結婚式向けである可能性が高いっていうことです。本当の友人と言いながら親友関係は実は今まで通りの親友関係にはもうその時点でなってないっていうことです。で仮にこのスピーチをしてくれる友人代表の友達が結婚をしてる友達だったとして今度自分が結婚したら友達ももう結婚して旦那さんもいる子供もいます。自分も今度結婚して旦那さんもできる。ようやくいろんなことがまた分かち合えるねって思うでしょ。そうはならないんです。ところが今度結婚をすると親友なんだけれども自分の旦那稼ぎがいいとか悪いとか
結婚してばっかりの時言うですよみんなね。だけどだんだん子供が生まれたら子供がどういう学校に行ったか、ね、旦那がどういう経済状態であるか、片方すごいなんか上場企業かなんかに旦那さん就職してすごいこうね羽振りもよくって、自分とこの旦那はリストラ寸前、これ親友として成立しないっていうケースありますね。悩み違います全然。お金の悩みとか、うちの旦那がもう本当にね仕事行ってもダメなの、もうリストラ寸前なのか言えないですよね絶対。何でも話し合える関係だったのに何でも話せなくなります。ということで人間っていうのは、親友ってその時にできた友達は永遠には長続きしないです。それは自分自身も人生のステージが変わっていくし、相手も変わっていくし、相手もまた新しい人間関係ができていく。でそれが正常なんです。それが普通というか、それが現実です。いいとか悪いとかねっていうことじゃなくて、でこれちょっと覚えておいてほしいんですけど、成長している人、人生においてね、3歳の時と5歳の時違うわけです。5歳の時と10歳の時違うわけですね。成長をどんどんしていく、これは人間的な肉体的な成長、それから社会的な成長、それから精神的な成長、そういったものをね、成長すればするほど友達っていうのは変わり続けていくものなんです。永遠に変わらない親友はない。どんどん変わり続けていきます。そしてこれがですね、自分の成長っていうことを念頭に置いてというか、そこを目指してすごく魅力的なもう自分というものを作り上げていく人に限って親友はいないっていうことです。私も会ったことありませんけど、想像してみてください。宮本武蔵に親友はいたでしょうか。何でも分かってくれる、しょっちゅう飲みに行く親友が宮本武蔵にいたでしょうか。イチロー選手に何か悩み事があったらすぐ相談できる友達、ね、しょっちゅう飲みに行く友達いるでしょうか。多分いたらイチロー選手は今のイチロー選手になってないと思います。宮本武蔵だって伝説の侍になってないと思います。で当然この質問者さんが伝説の侍になりたいと思ってるかどうかって言ったら多分思ってない。イチローになりたいかって言ったら多分思ってないかもしれないんです。なので親友がいる人を別に責めてるわけじゃないんですよ。ないんですけど、多分親友って言ってる人がいるとしたら多分今の私の話は分かると思います。いない人からしたらないものねだりなので羨ましいけど、親友って一応呼んでる、親友だよねってね、美奈子親友だよねって言ってる友達がいたとしたら、そしたらその友達を持ってると思っている自分はふと考えてみると、ずっと親友でいられるかなって言ったらそうじゃないケースってありますよね。でもずっとなんか精神的につながってる友達はいますけど、けどいつも親友って一応言ってる人も、その友達が本当に親友かなって考えた時に、私はそう思ってるけど向こうはどうかなって多分そう思うと思いますよね。でなので親友神話っていうものを持たなくていいということですね。親友がずっと永遠に変わらない、ずっと幼稚園の時から永遠に変わらない親友がいるかといったら、それはテレビドラマの中ではいますし、漫画の世界の中では、少女漫画の中ではいますけど、現実の社会の中ではいないです。それはテレビの中の世界でみんな親友っていう人がいないので憧れるっていうだけです。現実にはいない。さてこの親友神話を持っていらっしゃる彼女に対しての処方箋です。親友じゃなくて小友を持ちましょうっていうのが私からの提案です。小友というのは仏教の言葉で、親友っていうのは近しい友と書きますね。で小友というのは勝負の勝と勝つという字なんですに友と書きます。小友っていうのは優れた友達のことです。自分にね、もっと頑張らなきゃって思わせてくれる友達とか、
一緒にいるだけですごいこう勇気をもらう、明るくなるとかね、なんか元気をもらうとか、それはベタベタした関係である必要はないわけです。別に飲みに行く必要もないんです。だけどなんとなくあの子と会うとね、私もまた頑張らなきゃねとかね、本当にあの子と会うとすごい元気になるなとか、あの人みたいになりたいなとか。正友っていうのは必ずしもさっき言ったように、私たちが通常考えて一緒に遊びに行こうねとか、私の小学校の時のようにね、どっか遊びに行くんだったら隣の席になろうねっていう、そういうことじゃないっていうことですね。自分がその人みたいになりたいって憧れを持ったり、その人といると元気になるとか、ベタベタした関係じゃないけど目標になる人、自分がこう励まされる人、勇気をもらう人、なんかこう自分の未来をね想像してもっとこうなりたいなと思うような人、だから友達じゃなくて先生でもいいんですよ。先生でもいいです。自分より年離れててもいいし、若くてもいいんです。でそういう私はこんだけ好きだからあんたもこんだけ好きになってねっていう関係の友達じゃなくて、一方的に自分が憧れてるだけの友達でもいいんですよ。ね、それはテレビの中で同年代の芸能人がいたと、同年代のスポーツ選手を見たと、うわ頑張ってるなあの子と友達になればいいんですよ。友達で別に Facebook で友達になるとかじゃないですよ。 SNS で勝手に私が友達って決めるわけです。それもその人の友達なんです。向こう関係なくても、うわお前頑張ってるねいつもって、私も頑張りたいねって思ってくれたら、常にテレビつけるとそこに友達がいるわけですよ。一緒に飲みに行かないけど、で同じ年齢でこんだけ頑張ってんだもんな、俺も頑張ろうかなって、私も頑張りたいなっていう、そういう気持ちをもらえるだけですごいことですよ。勝手に友達でいいんですよ。友達ってそんなもんですよ。勝手に友達っていうのが大事で、相手が自分が空いてる分だけ自分も空いてもらいたいと思うから、親友関係裏切られたとか友達に裏切られたんです。勝手に友達、僕いっぱいいますよ。見回すといっぱいいます。人間以外の友達もいますからね。すごいな、あの猫のフレキシビリティ、柔軟性はすごいな思ったら、これ友達、師匠ですよね。であの猫の柔軟性ぐらいの柔軟性が持てたらなってね、いろんな競技やってもかっこいいなと思ったら、もうそれは先生であったり友達であったりするんです。でそういうふうにね、勝手に自分で所有を作って持つってことです。でそこはちょっとアドバイスとして、親友なんか求める必要ないですよ。天才は誰も親友がいないですから。で親友がいる時点で天才になれないかもしれないっていう、ね、ということです。でその上で、でもやっぱりね、寂しいのは嫌じゃないですか。友達欲しいんです。友達いっぱいっていうのは、私が寂しいから友達になってくださいって言って友達になる、その関係って長く続かないですよね。わかりますよね。私寂しいの、友達になってって街中歩いてて、私寂しいの、一人ぼっちなの、友達になって、そこで友達になってくれる人は向こうも寂しい人です。でそれって所有にならないんですよ。向こうも寂しいから、そうなの、私も寂しかったの、じゃあ友達になりましょう。メールアドレス交換します。お互い寂しいことを慰めてくれるメリットでくっついている友達なので、どっちかが寂しくない夢を見つけたり、自分が全然もう寂しくないようなもっとラブラブの恋人を見つけたり、一気に崩れます。わかります？で、ちょっとこれ現実的な話をします。現実的な話。人間っていうのは全て、夫婦から友達、先生、生徒、会社の上司、部下、全部利害関係なんです。でそんな話をすると幻滅するっていうか、って利害関係、全部利害関係です。親子も親友も。でこの利害関係っていうとね、なんかお金って考えちゃうんですけど、お金が利害、お金と利害関係って関係ないと思ってください。例えば今ね、これ私も、話をして、これを今私が話していることっていうのを、聞いてくれてる人がいるわけですよ。でこれ利害関係なんです。利害関係なんです。例えばお坊さんだからということでこう相談をしてくれる人ってやっぱりいるわけですよね。で僕いつも相談者さんに言うんですよ。
相談乗ってくれますかって来るんですよね。相談乗ってくれますかって来るわけですよね。で、こういうことで相談したいんですけどって言って、で、じゃあ分かりましたって、でじゃあ30分なら30分相談乗りましょうって、でもね人間関係は利害関係なんですからって、お坊さんだからといってね、私がじゃあ利害関係を求めないかって言ったら、もうものすごい求めますよって、申し訳ないけどものすごい求めますよ、ただでは相談乗りませんって言うんですよ。そうすると僕びっくりするわけです。向こうでってお坊さんなのにそんなこと言うんですかっていう顔をするわけですよね。壺売りますよって言うんですよ。ものすごい高い壺売りますよって、そんなただでね世の中相談乗ってくれる人がいないんですからって、そうするとねなんかひどい坊さんのようじゃないですか。でもその人は相談に私のところに来た段階で自分にとっては何らかの形で利益になる。でそれは私のアドバイスが必ずしもすごいいいアドバイスかどうか分かりません。分からないけども相談したい、誰かに相談したい、この気持ちを話したいと思ったのを少なくとも吐き出すだけで、その相談を聞いてあげるっていうことだけでちょっとでも楽になったり寂しさが紛らわされたりするわけです。これその人にとっての利益ですよね。利益です。私にとってはどうですかって、害でしかないわけですよ。貴重な時間邪魔されてるんですよ。そんな相談したいんだけどとか言ってね来て、私だってその時間に何かやりたいこととかやるべきこととかあるかもしれない。その時間をわざわざ割いて相談が来るわけです。だから言うんですよ。全部人間関係は利害関係ですからねって、ね、あなたはここへ相談に来て自分の相談をことを一方的に話して、私はそれ黙って聞く、ね、でこれ私そんな善人じゃないのできっちり私に対してもこれがねただ相談に来るだけで、私はその自分の時間を貴重な時間を邪魔されてる時だったらあなたは利益で私は害ですよねって、そういうのは嫌なので、というか嫌というかそういう人間関係はもう成立しないんで、それは世の中のルールなので私に利益をもたらしてくださいって言います。それ約束できますかって言ってから相談聞く。でそれ私にとって利益は何かって言ったら、じゃあね1時間話したら例えば10万円の壺を買ってもらうじゃなくていいんです。別に私にとって利益は何かって言ったら、その人が相談に来たと、で相談に来てそれ一生懸命私聞いて、であればこういうふうにしてみたらどうでしょうかってアドバイスをした。でそのアドバイスをやってその人が 0.5 ミリでも1ミリでも自分の人生が変わったということを聞くのが利益なんです。貴重な時間を使って話をした。でそうですかそうですか、こういうことで話聞いてもらってアドバイスもらってありがとうございましたって。でも、あなたのアドバイスを聞いたけどなんか他の本にこういうふうに書いてあったので、そういうふうにしたいと思います、さようならって言われたらすごい無駄ですよね。これは向こうは利益になってるけどこっちは害になってるんですよ、貴重な時間。だってそうでしょ、相談したいと思って来てくれた、貴重な時間を差し出した、でアドバイスをした、自分の今までの経験の中で自分の人生の得てきた知識の中で一生懸命考えてアドバイスをした。それをやるのが義務。それをやらずに私こういうことで悩んでますってまた来る、そういうのもダメ、全部断ります、ね、なので利益というのはさっき言ったように必ずしもお金っていう話じゃないです。学校の先生が生徒たちに指導するっていうのはこれもねお金関係ないです。親が子供を育てるのもそうです。利害関係です、ね、親は自分の子供をダメな人間にしようと思ってずっとおむつを替えてあやしてってやるわけじゃないじゃないですか。何も親に対して将来有名スポーツ選手になって1億円くれとかね豪邸を建ててくれてそういうことじゃないですよ。その育てた子供が自分で自立をして社会の中で立派に生きてってくれるってなったら親はねそんだけ育ててよかったと思うわけじゃないですか。別に有名な人にならなくてもいいですよ。自分の足でちゃんと立って社会に迷惑かけないように生きてるってなったら親はこれ利益なんですよ。そこ育てしてよかったなって。でちょっと話ずれましたけど全ての人間関係は利害関係なんです。でそう思った時にもしねあなたが親友はいないとしても小友を持ちたい、それから友達が欲しいっていうのであれば当然変な友達とか自分の価値観の合わない友達作ったってしょうがないですよね。でやっぱりその今友達がいるけど友達といて疲れるっていうのはひょっとしたら
自分が寂しいから友達でいてくれる、一緒に遊んでくれるっていう人を確保してるだけで、本当に自分がね、この友達といるとね、すごいいろんなことを教えてもらえるなとか、本当になんか素晴らしいなとか、自分が本当にいろんなことを共有できる友達だなっていう価値観がひょっとしたらずれてるのかもしれない。であるならば、新しい友達っていうのは自分が作った方がいいと思うんです。で友達っていうのは自分がね、さっき言ったように友達作りましょうと思ってできるものじゃないんです。そうじゃなくて、友達っていうのは自分が引き寄せてくるもの、今風に言うと、ね、自分に対して寄ってきてくれる。あなたと友達になりたいねって、こっちも友達になりたいなと、こんなピピピピッとくるんです。でこのピピピピピピってくるためのテレパシーを発信している人っていうのは何を発信しているかって、よくオーラっていうじゃないですか。オーラって何か分かります？オーラっていうのは他の人に与えていく利益なんですよ。例えば太陽、すごいオーラありますよね。お日様の光が出てくるとみんなゾロゾロと出てきて外で日光浴するんですよ。北欧とか行くとね、ヨーロッパの方行くとそうですよね。太陽が出るとずっとみんな日光浴してるんですよ。太陽は友達欲しいと思って何かやってるかって何もやってないです。ただ太陽はすごいエネルギーを発信して、そこに当たりに来る人が出てくるんです。で友達欲しいって言うんであれば、自分自身が何でもいいですよ、すごい明るいっていうだけでもいいんです。あの人といるとなんか明るくなるっていうか、なんか落ち込んでたのが一気に吹き飛ぶ。なんかあの人に言葉をかけてもらったらすごい、そんなんでいいんですよ。別になんか特殊な能力あるってことじゃなくても。スポーツ選手とかね、プロがプロでテレビの前ですごい大ヒットを打ったりっていう責任があるっていうのはそこなんですよ。プロとしてすごいお金をもらってファンがいるってなったら、ファンに勇気を与えなきゃいけない。それが一番のファンサービスです。ファンにサインを書くことよりも結果を出すことがプロはエネルギーを与えることになるわけですから、多くの人たちに自分の苦しみながら結果を出していくっていうところを見せるところがプロなんですよ。でその利益をみんなにもたらしてるから、その分利益がもらえるわけですよね。でそのように常に自分がね、何でもいいんです。人に対して利益を与えられるような人になるっていうことが友達作りの一番の秘訣なんです。ね、太陽はさっき言ったように光を与えます。弱くても月も光を与えるでしょ。ね、人は何を与えるかと。人も同じです。誰かに対して光を与えるってことができる。その光っていうのはエネルギーなんですね。で、仏教にですね、無罪の七世っていうのがあるんです。なんかね、すごいお金を持ってるとか、ものすごい能力を持ってるとか、なんか物を持ってるとか、そうじゃないと人に与えられないって思ってる人多いと思うんですけど、違うんですよ。むしろそういう物とかお金とかじゃなくて、誰でも私たちが、手足がない人でも与えられるものっていうのがあるんです。それがね、誰でも与えられる7つの施しって言って、無罪の7世っていうんです。物とかお金のかからない7つの施しっていうのがあって、この施しをしている人っていうのは友達がいつも絶えないって言われてるんです。それ何かっていう話をね、最後にしたいと思います。一つはね、目です。目による施し。どういうことかって言ったら、いつも魚の腐ったような死んだ目してたら誰かにこうやってガンつけたり、誰がそれ寄ってきますかって寄ってこないわけです。何にもできなくてもいいんですよ。でもね、会った人に対して自分が精一杯その人を慈しんだり、その人を受け止めたりっていう目をする。これはものすごい立派な施しですよっていうのが仏教の教えにあるんですよ。何でも見てるだけです。見てるだけ。ね、やらしい見方とか、なんか相手を見下した見方とか、逆にへりくだった見方じゃないんですよ。その人を認めますっていう見方。あ、ここにこの人がいるんですねっていう目をするだけですごい施しなんですよって教えがある。これ一番目。目です。わかりますか？目で見るだけで誰かを喜ばすことができるってすごいじゃないですか。ね、すごいです。それから和願世って言うんですけど、平和な顔、にこやかな顔。これも立派な施しですよって、これ2番目の施しです。とにかくいつもあの人ニコニコしてるとか、あったらニコッとしてくれるとか、綺麗とか可愛くないとか関係ないんですよ。可愛くない関係ないんです。
とにかくニコッとする。街中であったらニコッとする、ニコッとする、ね、それから言葉による施しですね。言葉、ね、人に会ったら悪口ばっかり言ってたら、文句ばっかり言ってたら、私友達できないんだとか親友いないんだっていうよりもね、こんにちはって言ったり、今日寒いですねとか、なんか雨がひどいですねとか、大丈夫ですかって言ったり、ね、でそういう言葉、それから席を譲る、これも立派な施しだっていうことです。立派な施しだって。練習しないとできないですよ。電車に乗って席を確保しとく。そして誰かが入ってきたら譲るっていう練習をするときに意図してやらないとできませんから、誰か入ってきてって自分のところ近づけたらパッと立つ練習をするんです。わざわざ占拠しといて立つっていう。でそれが自然になってきます。なんかやらしいようですけど、最初から空いてるのと座ってて立って譲ってくれたらいいじゃないですか。ねえ、この人かっこいいなっていう人が電車乗ってきたらチャンスですよ。パッと立って譲ってあげる。すいません、メールアドレスを教えてくれますかってなるかもしれません。まあ分かりませんけど。で、あと自分の体でできる施しっていうのがあるんですね。自分の体、言葉っていうのもありましたね。それと体、ね、例えば誰かの背中をさすってあげるとか、苦しんでる人とかね、誰かが困ってたらそれをパッと手伝ってあげるとか、誰かが何かを落としたらそれを拾ってあげるとか、自分の体を使ってできる施しっていうのがあります。実際ものすごい忙しい人は猫の手を借りたいっていうぐらい、猫の手も借りたいんです。あなたの手だったら相当役に立ちます。世の中見てるとそういう人いっぱいいるので、そういうことを自分からやる。それから言いました。それからね、これはなかなかちょっとできることできないことってあると思うんですけど、家とか自分の住まいっていうものを提供するっていう施しがあるんです。これはインドとかね、そういう貧しい国からの発祥の教えなので、仏教っていうのはやっぱり家がない人っていうのがいるわけですよね。インドとか行くと。そうするとちょっと本当に食べるのに困ってとか、今の日本だとなかなかないですけど、でそういう本当に困ったって人に対して一晩ここで宿を取ってあげて、ね、今はホテルも安いホテルのカプセルホテルとかありますけどね、誰かのうち泊まるよりはカプセルホテル泊まった方が気が楽だって言ってそっち泊まるケースもあります。でもそれを現代風に置き換えたら、例えば車に乗ってて、そしたらちょっとね車乗ってきませんかって言って送ってあげるとか、いろいろあるじゃないですか。自分の持ってる空間を、ね、自分の所有している空間を誰かに使ってもらうとかね、そういうことなんです。とにかく自分がすでに今持ってるもの、自分の体、言葉、自分の顔、目、自分の行い、ね、自分の座ってる席、どんなに貧乏でもどんなに物を持ってなくてもできるっていうことの中から、誰かにいつも何かね与えてあげよう、与えようとしている人で、人が寄ってこないはずはないんです。ということで、処方箋なんですけど、親友ではなくて醤油っていうのをぜひ作ってください。じゃあ醤油っていうのはどうやってできるかって言ったら、一方的にいつも親友が欲しい、教えてほしい、楽しい思いさせてほしいじゃなくて、自分が持っているもの、自分ができることの中で何を人に与えてあげられるのかな、何ができるのかなっていうことです。ニコって笑うだけでもいい、その人を温かく見つめるっていうだけでもいい、見守るっていうだけでもいい、消しゴム拾ってあげるっていうだけでもいい、何でもいいんですけど、自分ができることっていうことをちっちゃくやるってことです。大きくやっちゃダメです。ちっちゃくやるってことです。で必ずそういうちっちゃな気遣いっていうものを見てくれる人っていうのがいるんです。そしてあなたの友達になりたいって言ってくれる人がいるんです。そのためにやるっていうといやらしい気がしますでしょ。でもね、いやらしい気がしても、そういうちっちゃな与えるっていう作業はやれって言われて簡単にできることじゃないんです。やってみたら分かります、ね、本当にいやらしい人ってできないですよ。でもそれをやってる人っていうのはやっぱり知らないうちに友達が出てきたりするし、そういうちっちゃな気遣い、ちっちゃな自分が心がけている人を喜ばせようとする行為に気づく人ですから、なんか素敵な人じゃないです。そこに気づいてくれる人なんですから。でこれが
本当にただね親友を作るじゃなくて、優れた友達、ね、自分と価値観の合った友達というものを作る最大の秘訣なんですね。ですからそんなことで、ね全ての人間関係というのは利害関係であるということを、いいとか悪いじゃなくてそのことを理解して、自分が他の人に利を与えられる人になろうと。利っていうのは何かって言ったら、さっき言ったようにお金とか物とか能力とかじゃなくていいということです。優しい眼差し、優しい笑顔とかあったかい笑顔とか言葉とか、自分が体を使ってできることとか、席を譲るとか、自分の車に誰か乗せてあげるとか、自分の家を困った人に提供するとか、ね、震災が起きた時にうちに泊まってくださいって困った人に言えるってすごいことですよね。でもそんなことが無罪の七世といって仏教の中では、友達を作ったり人間を他の人とねいいつながりを作っていくっていう時に誰でもできる7つの秘訣として、教えとして残っているので、ぜひねそんなこと1個でも実践できると、きっと親友ではなくて小友があなたの周りに少しずつ増えてくると思います。ぜひ小友をお作りになってください。